もう視界がねベーッと真っ黄色、もう何も見えなくなった。死体が折り重なってるわけ。もう異常ですよ。まさかあの無傷のおふくろが死ぬとは思わなかったの。僕は76年経ってるけどあんな涙流したことない。原爆落ちた直後というのはまさに惨状ですよ。ところがね、原爆の後は混乱ですよ。被爆をね逆転取らんと生きてこれなかったわけです。実に大事なのは平和だと思う。後輩たちに原爆のあるいは戦争の罪をいかに伝えていくか。一瞬にして日常を奪っていったあの日から77年。田川博康さんは1933年生まれの当時12歳。新興前国民学校に通う6年生でした。昭和20年の8月9日に被爆したんだけれども、私はね長崎市の中心地に住んでたんですよ。今は図書館になってる新興前小学校近所にね、木造家屋が多いから燃えるんだということで、あそこいらの中心地は全部強制疎開ってやつですよ。家を壊して出ていけと。でたまたま父親が爆心地から900メートルぐらいのところにね小さな工場を持ってましたんでね、両親はそこに住んだ竹の雲に。で私と姉と父親の姉おばは3人ですね、鳴滝という長崎で一番古い町に、そこに移って4ヶ月後です。でその8月9日の日は夏休みに家にいました。それで爆音がしたんで外に飛び出した、バーッと。で音の動きを見て左を見たら B29 指さした途端です。小さな落下傘がふわーっと落ちてきた。小さな落下傘を指さして見たっと B29 って打った途端です。もう視界がねベーッと真っ黄色、橙色に近い、もう何も見えなくなった。で音もしない。でしばらくして爆風です。後ろ振り向いたらね、家の障子とか襖とか建具が全部吹っ飛んでね、家具が倒れてる。これはすごいなと。桁違いのものが来たんでね、これはすぐ近くに落ちたぞと思った。そしてね、しばらくしたらね、長崎中が燃えた煙ですがね、煙のためにね太陽がねはっきり見えるわけ。輪郭が見えるはずないのよ。そしてしばらくしたら黒い雨、ベトベトしたね。もう異常だなと。しかしね親父が助けに来てくれるだろうと。で9日の夜になっても親父来ない。10日になっても来ない。で当時はね情報もなかったですからね。やっと11日の日に人が、おじさんが一人とぼとぼと歩いてこられた。おじさんどっからって聞いたら、大橋から。浦上を通ってこられとるはずだから、浦上はと聞いたら中って言われた。その翌日姉にね、浦上おかしかぞと、俺行ってくるって。そして家を出て、そしたらもちろん公共交通機関なんて何もないよね。そして駅のところ歩いて行ったら、もう建物って言ったらね、今のは中町天主堂だけだった。駅あたりに行ったら電車が壊れて、もう死体が折り重なってるわけ。もう異常ですよ。初めてあんな死体を見てね、そしてずっと歩いていった。で今の国王区のところが昔三菱製鋼所という製鋼所だった。でその前の小さな川、そこにね死体がたくさん浮いてて、何人か大人がね竹竿でひっくり返しながらね、違う違うって探してた。まさかこんなこと見たことない。それで歩いて親父の工場が柳川公園のちょっとこっちにありました。たどり着いたけど誰もいない。ここはもう爆心地からね1キロないとこですからね、もう吹っ飛んでしまってましたよ。で親父の工場もね燃えてはなかったがね、
お布団で閉まってて、住宅はねそのままありました。おそらく私は5、6キロ歩いてますよ。もう喉乾くわね、お腹がすくわ。そしたらね、工場の片隅に多分おふくろが買ってたんでしょうね、じゃがいもの生のじゃがいもがねたくさんあって、生ですよ。何でもいいからとにかく握った。そしたらねちょうど煮えてるわけよ。不思議だったけどね、腹が空いてるから3つぐらい食べました。私味ついてませんよ。後から分かったことだけど、爆心地から900メートルぐらいの距離だったもんだから、原爆のエネルギーですよ。その後、田川さんは両親を探して付近の防空壕へと向かいました。防空壕一つと見て回ってたら、そこにおばさんが一人ポート座ってるわけ。ザンバラ髪のおばさんがね通り過ぎようとしたら、小さな声でしたね。ひろちゃんって言うから、ほっと振り向いたらおふくろだ。飛び込みました私は。親父はって聞いたら、お父さんは爆弾が落ちた時にちょうど工場の劇薬の下を通ってて、その劇薬がかかってやけどして奥に寝てるよって。防空壕の奥に駆け込んだら、もううめき続けの親父が寝てる。何を聞いても返事しないやつ。それで見たらね、足のね右足から膝から下がドロドロでしたよ。家の中にいたんでしょうね。で家の中にいたから、ほとんど無傷で済んだんだと思いますよ。で住宅と工場がすぐ近くだったからね。でおふくろだからその工場に行ったんでしょうね、すぐね。しかし爆心地に近いということもあり、付近では十分な治療を受けることはできないと判断した田川さん。そこで親戚のいる都津へ父と向かうことを決断します。原爆投下から5日後、8月14日のことでした。親父の住宅は燃えてませんでしたからね。リアカーみたいなのあったから、リアカーを乗って親父を乗せて、でおふくろは無傷でしたからね。で浦上駅にもう救護列車が来てたの。で浦上駅で救護列車って言うと貨物列車ですよ。乗せて道の上の駅まで行って、でそこから都津まで歩いてきました。そこに行ったからって何もないよ、薬なんか。沿岸に寝かして頭に井戸の水をかけてたら、近所のおじさんがすぐ来てね、なめしに医大の先生が救護書を作ってるらしいよと。そして翌日おじさんに頼んだら第8を持ってきてくれて、で親父を寝かして救護所にたどり着いた。そうしたらいきなり親父を指さしてね、手術切断と言われる。机を並べた手術台の上で手術ですよ。一言も喋ってなかった親父が「会いたい!」って言った。初めてあれだけで僕は普通の言葉を聞いたのは。そして大工の残りで切断が始まって、明日連れて帰んなさいと言われる。それで私は家の中でないのよ。患者さんが寝てるのは庭に寝てる。そこにね医学部の学生さんたちがもうやられた人がみんな寝てるわけですよ。で隙間を作って寝ました。左側にね青木さんっていう学生さんが寝てて、そして見たらね頭が割れてね、もう夏だから海がたくさん溜まってる。そこにねハエのウジですよ。ウジがこうたかってねぐちゅ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 動いてるわけ。うわーかわいそうだなと思ったからね、看護師さんに僕は言ったの。看護師さん、ウジを取ってあげていいですかって言ったら、ダメ、ウジが薬よ、ウジがね海をちゃんと吸ってくれてるんだよって言うわけ。もうそれを聞いた時にはね、死体をたくさん見てね来てね、まあこんなにねひどいのがあるかというぐらい感覚が麻痺しとるのに、ウジが薬よって、ウジがっていうのは世の中で一番不潔なもんだと思ってる。薬って言われた時にね、もう本当ねあれのが
末期症状っていうのかな、日本はどうなってるのかなと思いましたよね。でもちろん翌朝起きたらもう青木さんも亡くなってた、右側の学生さんも死んでました。で親父を隣の近所のおじさんが連れに来てくれたんで、また第8車に乗せて連れて帰って、だからといって治療があるわけじゃない。親父は2日で死にました。死んだからといってどうにもできないわけ。それで庭を掘ってもらって、親父はそこに土葬しました。翌日私は22日だったと思うけども、家に歩いて帰りました。都議から鳴滝まで。そしたら姉に「親父ダメだったよ」と。しかもおふくろはね無傷だから大丈夫だよって言ってね、もうその日はね疲れて爆睡ですよ。そしたら翌朝都議のおじが自転車で走ってきた。「すぐ帰りなさい」って言うんだ。なんでって言ったら、お母さんがおかしいからって言うから、母親が死ぬなんて全然夢にも考えてない。無傷ですから。放射能なんて知識ないんだから。たどり着いたらおばが私に言う。ゆうべ一回息を引き取ったのよ。しかしあなたに会いたいって言ってね、今までこんな頑張ってるって。で私はね正座しました、母親の枠のもとに。そしたら小さな声でしたね。ひろちゃん、はよ大きになりなさいねって言ってさーっと息を引き取った。初めて僕は涙が出ましたね。というのがね、親父を土葬2、3日前に土葬するときに、近所の人たちが手伝いに来てくれて、小さな声で何か喋ってるんです。何を言ってるかとね、この子は鬼かって言ってるんですよ。父親が死んでも涙一つこぼさないのよ。チキッと土葬してるって。僕はもうね、親父おふくろのそのをどうして助けるかとかね、死体の羅列されとる状況を見たりね、うじが薬よと、もう完全に感覚が麻痺してたんだと思う。感情がなくなってたんだと思う。ところがさすがにね、おふくろはその放射能の一時障害だったんだけども、まさか無傷のおふくろが死ぬとは思わなかったの。ものすごいショックでしたよね。それとね、やっぱ子供と母親の関係っていうのはそういうふうな動物的なものが何かあるんでしょうね。僕は76年経ってるけど、あんな涙流したことない。突然の両親との別れが訪れた8月が終わりました。そして終戦後の9月からは学校も再開されました。新興前小学校がね、原爆で亡くなった長崎医大が8月の末にはもう来てた。整った施設ではなくて、教室および職員室がね治療室で、教室が入院室になってた。職員室でほとんどね診断治療をね、とにかく死体がどんどん出てくるという状況を見てた。その死体も普通の死体じゃないのよね。放射能でね髪が抜けた人が多かったから、そういう死体はもうたくさん、毎日それをね見てたの。しょっちゅうその病人が運ばれてこられたり、死体を運び出したりね。だからもうざわ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 ですよ。ひどかったですよそれは。やっぱりね、僕が一番印象に残ってるのはね、死人がたくさん出る。それが1階の、ね、便所に集められるわけです。で毎日ね、市役所のゴミ収集車がね1日に1回来る。そしたらね、ある日便所から引き出してゴミ収集車に乗せた死体の中で一体動いたんです。あらまだ生きとるぞって、そのまま便所に持っていくだけ。常識で考えられない状況を毎日僕ら見てた。原爆落ちた直後というのはまさに惨状ですよ。ところがね、原爆の後は混乱ですよ。通常で見れないような怪我人、あるいは病人、そういうのを毎日見せられてた。惨状と混乱の日々を経験してきた田川さん。生きる支えになったのはこんな価値観だったそうです。
もし両親がいたら俺はどんな人間になっただろうとね、逆に悲観的なことばっかりだったんだ。いい加減な大人になっただろうなと。辛さがない、黙っとったって飯が食える、努力をしない、人のことをあんまり心配しない、冷たいいい加減な人間になっただろうな。ひょっとしたら俺は両親がいなくなったということが財産なのかもしれない。被爆をね、逆転取らんと生きてこれなかったわけです。だから今ね、私はね、自分の生活の核はね、やっぱり後輩たちに原爆のあるいは戦争の罪をいかに伝えていくかということが大事なんで、私が被爆者だからかわいそうだという話ではなくてね、平和をきちっと考えるような価値観をどう伝えていくかと。12歳で両親を失った少年も89歳になります。しかし平和に向けた発信はこれからも続けていきます。原爆というのは非常に怖い、しかも放射能という考えられないような威力を持った爆弾、こういうものを考え出して使う、あるいはそれで被害を受ける。実に怖いのは戦争です。実に大事なのは平和だと思う。あなた方将来を担う若い人たちが平和っていうものが一番大事だということをきちっと自分の価値観の中心に据えて、そして本当に一人一人が素晴らしい民主国家を作るように頑張っていただきたいように思います。よろしくお願いします。